こんにちは。日本語ポッドキャストラジオです。今日はどうして私が日本語の先生になったかというのを話していきたいと思います。では、早速話していきましょう。まず、私はもともと全然勉強ができませんでした。中学生の時、高校生の時、本当に勉強が大嫌いでした。もちろん、英語の勉強も全然できませんでしたね。私は高校2年生までずーっと楽しく部活をやっていました。大体日本では部活に入る人が多くて、私も、中学生の時はバスケ部、高校生の時はテニス部に入って毎日、部活に行っていました。なので、基本的に朝から、授業に参加して、で、午後、3時ぐらいかな。3時ぐらいに授業が終わって、で、その後、部活に参加する。で、部活はだいたい、5時から6時とか、1時間か2時間ぐらい、部活に参加して、で、疲れて帰ってきて、で、寝るっていう生活を、ずっと繰り返していました。で、中学の頃は、バスケ部と言いましたが、土日も、部活があったので、土日もバスケをやっていました。高校の時は土日は部活がなかったんですが、土日はアルバイトをしていました。で、もちろんあまり勉強する時間がなく、というか、あまり勉強したくなかったので、あまり、真剣に真面目に勉強はしてきませんでした。で、高校3年生の時に自分の成績を見て、もしかしたらこれでは大学に行けないかもしれないと気づいたんですね。日本では大学に行く方法が2つあって、1つは大学に入るために、高校の成績を使って行くという推薦という方法があります。この推薦という方法はもちろん高校までの成績がとても大切なので、高校の中で、いつもあるテストを、ちゃんと、しっかり、いい点を取って、いい成績を取っていたら、その推薦という方法で、いろいろな大学に行くことができます。あとは、もう一つの方法が、一般入試といって、その大学がやっている試験に合格することですね。で、私はもちろん成績が全然取れていなかったので、一般入試という大学がやっている試験に合格しなければ、大学に入れないということに気づきました。それが高校3年生の春でしたね。で、そこから私は焦って、これだと大学に行けない。頑張って勉強しなきゃ。と思い、真面目に勉強をするようになりました。本当に人生で初めて真面目に勉強をしたと思います。なので、高校3年生の春から真面目に勉強を始めて、で、夏休みがあったんですね。夏休みが、8月、1ヶ月ぐらいですね。
休みで、で、もちろん自由なので、私はその夏休みで、毎日毎日10時間ぐらい勉強をしたんですね。こんなことを人生でなかったので、本当に大変でした。で、普通は周りの人は塾に行ったりするんですが、私はなぜか塾に行かず、一人で勉強をしていました。なので、精神的にもかなりストレスが大きかったと思います。でも、夏休みが終わって、そこから学校に行って、で、学校の英語の授業で、いつも通り教科書を開いてみたら、英語が読めるようになったんですね。あれ？今まで全然読めなかった英語が、なんかわからないけど、意味が理解できるようになってるぞ。ということに気づいたんですね。これは本当にびっくりしました。今まで全く意味のわからない文字だと思っていたのに、なぜか意味がわかるようになったんですね。今までどうして英語を勉強するんだろうっていうふうに思っていたのに、あれ？面白いぞって気づき始めたんですね。だって、日本では、日本語を使っていれば何も困ることはなくて、英語なんて日本語と全然違う言葉ですから、もう本当に勉強しなかったら何にもわからないんですよね。だから私はもう全然英語を勉強してこなかったんですが、自分がわからない言葉もわかるようになるっていうのがすごい面白いなって気づいたんですよね。で、その後、大学のために、試験勉強を頑張って、で、大学の試験を受けて、で、いろいろな大学を受けたんですが、合格したり合格しなかったりして、で、合格した大学に入りました。はい。で、その時、実は一番入りたかった大学には行けなかったんですが、そうですね。勉強していたので、大学には、合格することができて、で、その大学に入りました。はい。で、大学では、まず、大学1年生になった時に、これからどうしようかなって考えたんですね。というのも、大学が終わったら、もう、仕事を始めなきゃいけない。なので、自分はどんな仕事をするのかな？どうすればいいかなって考えたんですね。その時に自分は学校に行くのが好きだったんですね。私は勉強が嫌いだったんですが、ただただ学校に行って友達と話すのが大好きだったんですよ。なので、私は学校に行く、学校にいるっていうことは大好きだったんですね。で、じゃあ学校が好きだから、学校で仕事をすればいいんだなって考えたんですよ。で、学校で仕事をするっていうことは、先生にならなきゃいけないかなって思ったんですよ。じゃあ先生にならなきゃいけない。何の先生にならなきゃいけないんだろうって思って、そこで考えたのが、最近英語が好きになってきたから、英語の先生にしようっていう風に思いました。
なので、私は大学1年生の時に、まず、英語の先生を目指しました。英語の先生になるために、英語の先生のコースを選んで、そして大学でその授業を受けて勉強していました。ただ、私は大学1年生の時、もちろん今まであんまり学校の授業に真面目に参加してこなかったので、どうやって授業でいい成績を取るのかわからなかったんですね。もちろん大学の試験のために勉強はしましたが、それは大学の試験のために勉強したので、普通の授業の中で、例えばね、いいレポートを書いて、いい授業の態度で、いい成績を取るっていう方法が全然わからなかったんですね。なので、大学1年生の最初の授業では、もうすごく悪い成績を取ってしまったんですね。で、実はその時、私はテニスサークルに入っていたんですよ。で、これは日本人だったらもしかしたら聞いたことがあるかもしれないんですが、大学のテニスサークルってちょっとあまり良くないテニスサークルもあるんですよね。良くないっていうのは、本当はテニスをするんじゃなくて、お酒を飲む方が多いみたいなサークルです。で、私が入ったテニスサークルも、ちょっと良くないところがあったんですよね。でも、友達がたくさんできたし、すごく楽しかったですね。そう。でも、やっぱり最初にすごく悪い成績を取ってしまったので、これはテニスサークルをちょっとやめて、で、勉強に集中しなきゃいけないかな、と思って、テニスサークルをやめました。はい。で、その後、テニスサークルをやめてから、頑張って成績を取る方法を友達に教えてもらったりして、なんとか成績は良くなっていきました。で、大学生の時はいろいろな活動をして、英語の先生を目指していました。私は高校の先生になりたかったですね。はい。で、大学3年生の時に、うーん、もしかしたらこれって大学で日本語の先生になる勉強も同時にできるんじゃないかっていうことに気づいたんですね。というのも、大学の授業ってこのぐらい取ってくださいっていうのが決められているんですよね。それが単位ですね。単位がだいたい128ぐらいかな。128単位は必ず卒業までに取ってくださいねって言われていました。で、私は計算したら、大学4年生で卒業するときに、卒業するときに、170単位ぐらい取れるぐらいのスピードで今来ているっていうことに気づきました。ということは、50単位ぐらいプラスで勉強できるということに気づいて、それで、じゃあ、日本語の先生になる勉強もしようかなって思ったんですね。はい。私は、これはその真面目というわけではなくて、大学の学費って高いじゃないですか。日本の大学の学費って、私立、ね、プライベートの私立だったら、1年で120万円ぐらいするんですよね。
なので、私は絶対に無駄にしたくなかったんです。私はケチなんです。はい。ということで、私は大学3年生の時に日本語の先生になる勉強を始めました。はい。で、日本語の先生になる勉強を始めてから、その難しさに本当にびっくりして、あれ全然わからないけど、こっちの方が面白いかもって思い始めたんですよね。うん。これはまた別の機会に話した方がいいかもしれません。日本人でも日本語の文法の説明は本当に全然できません。これはでも皆さんも同じだと思います。皆さんが一番最初にできるようになった言葉。例えばアメリカ人だったら英語、フランス人だったらフランス語は説明するのが難しいと思います。うん。なので私はもう一回日本語を勉強しました。はい。でも、これは難しかったですが、楽しかったです。うん。で、大学4年生の時に、私は2つ教育実習に行ったんですね。教育実習は、その学校に行って教える練習をすることですね。で、最初の教育実習は、日本の高校に行って、高校生に英語を教えました。はい。で、もう一つの教育実習が、タイに行って、タイの大学で、タイの大学生に日本語を教えました。うん。で、その二つの経験をして、やっぱり日本語を教える方が私は面白いなと思ったんですね。うん。そう。なので、私は日本語の先生になろうと決めました。うん。ただ、私はもう、その、日本語の教育実習を、したときは、大学を卒業する直前だったので、大学を卒業してからすぐに日本語の先生になって、それから今までずっと日本語の先生として働いています。はい。ということで、今日は私が日本語の先生になるきっかけを話しました。どうですか？こんな感じでいろいろなエピソードを話していこうと思います。もちろん私は日本人ですが、日本語を間違えることもあります。そこも一緒に聞いて、これが日本人の日本語ということを聞いてもらえたら嬉しいです。はい。ということで今日はこれで終わりです。さようなら。